皆さんこんにちは、クレアです。今日はこちらにありますセリアさんの大人グラデーション。こちらのこれはカラーナンバー6番になるんですけれども、これを使ってブランケットを編んでいこうかなと思います。でこれはアクリルが 91%、ナイロンが 9% で 25g60m、かぎ針は4から5号の指定です。はい。で、こちらにも書いてあるんですけれども、グラデーションのために玉により色の出方が異なりますということで、本当に色の出方が全然違うんですね。同じ、これはカラーナンバー6番なんですけど、他の番号でも全然違ったりとかするので、私はこれはね、こういった感じの濃い部分と、で、混じってる部分とグリーンの部分とかもあるんですけれども、私の持っているこれはちょっと濃い部分とグリーンの混じってる部分とかですね。になっていて、こちらの方は外側はこういった感じの混じりで、中の方がこう、ピンクっぽい、ベージュピンクのが多いっていうのが私のちょっと手元にあるんですけど、他の玉でもこういう濃いとこですね。これ混じってるんですけど、本当に濃い部分。これがあるのが多かったりとか、グリーンの部分が多かったりとか、いろいろあるので、グラデーションでいろいろとこう合わせていくのを考えると、混じっているのもあったり、それか、黒い部分もあったりとか、同じ色味じゃなくって、ちょっと違うのを購入して合わせていっていただければいいかなと思います。で、私は今回10玉、大人グラデーション、このカラーナンバー6番で編んでみました。はい、こちらが毛糸のご紹介で、あと必要なものですね。こちらになります。段数マーカーと、それからとじ針。これ細めのものでいいです。で、ハサミと、かぎ針は、これ指定が、何号だったっけ？ 4 号になってると思うんですけれども、6号針でちょっとふわっとした感じで、6号針 3.5mm。こちらを使って編んでいこうと思います。はい。それでは、かぎ針は6号針 3.5mm です。で、まずは輪にします。輪にしてから輪の中にかぎ針を入れて、かけて引き出してきます。で、次にこう、私は長く引き伸ばす立ち上げ方法っていうのをしようと思ってるんですけれども、それでもいいし、鎖3目とか、鎖1つ立ち上げて長編みとか、もうご自分のお好きな感じの長編みの立ち上げ方法でも大丈夫です。私は長く引き伸ばす方法でするので、こんな感じで長く引き伸ばして、ぐるっと引っ掛けます。で、中指でずっと押さえたまんまで輪の中に入れて、引っ掛けてきて引き出します。で、今ここちょっとねじれていてやりにくい3本なんですけれども、この3本中のかけて最初の2本だけを引き抜きます。で、手を離してから次、かけて2本を引き抜く。こうするとこう長編みが立ち上がったみたいな感じになるので、これでいきたいと思います。で、横を向けると、こういった感じで鎖っぽいところが見えるので、ここのところに段数マーカーをこうつけておきます。最後ここに引き抜くことになります。はい。できたら次からは長編みをですね、これも長編みとみなすんですけれども、長編みをあと7回編み入れます。で、その間に鎖が1つずつ入ることになります。で、合計これも入れたら8回長編みっていう風になります。鎖を1つ。で、入れてから7回なので、まずは1回目の長編み。はい。で、鎖が1つ。はい。これワンセット。で、今1回目。2回目、鎖。次3回目、鎖。4回目、鎖。で、5回目、鎖。で、6回目、鎖。で、7回目。で、最後に鎖。はい。これで7回長編みと鎖がそれぞれその後につきました。そしたら、ちょっとこの輪っかのところをキューッと小さくします。はい。で、一番最初につけておいた段数マーカーのところ、鎖3目だったら鎖3目目です。はい。このところに引き抜きます。はい。で、ちょっとキュッと締めますね。はい。これで1段目の完成です。では次、2段目に行きたいと思います。はい。そしたら2段目なんですけれども、2段目はちょっと一つこの鎖のところに移動させます。
今このところ引き抜いたところの一つ左の鎖のところに引き抜き編みで1回移動。はい。で、ここから鎖を一つ立ち上げて、今のここのところのとこに側に入れてもらって、細編みを1目編み入れます。で、細編みの頭に段数マーカーをつけておきます。はい。で、次できたら次の鎖の部分、ここのところに長編みを7回編み入れます。結構小さい鎖だけど、ここのところに7回入れるので結構キツキツになるんですね。まず1回目。はい。ここから順番に入れていきます。2回目。3回目。4回。5回。6回。はい。7回編み入れました。そしたら次のところに鎖、ここのところが細編みになりますというワンセットです。細編みを編んでから、鎖のところに細編み編んでから、次の鎖のところに長編みを7回。で、また鎖のところに細編み。ということは次のところが長編み7回になるので、長編みを7回です。はい、7回編んだら次の鎖のところが細編み。で、また長編み7回、細編みというふうな感じでぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと一周編んできました。で、長編みの7回の部分が1つ、2つ、3つ、4つとできているかなと思います。で、一番最初のところが長編みの次が細編みだったと思うので、細編みで終わるということで、ここに引き抜きます。はい、これで2段目終了です。では次3段目に行きたいと思います。はい、それでは次3段目。まずは、立ち上げを、私は長く引き伸ばす立ち上げ方法でしていたので、この方法で立ち上げていきます。まず長編みというか、鎖3目とかですよね。なので、くるっと引っ掛けて、細編みの頭、引き抜いたところに入れて引き出して立ち上げをしていきます。で、引き抜くところに目印に段数マーカーをつけておきます。はい、つけれました。そしたら、その次に鎖を1つ編みます。はい。で、編んだら、また長編みを編み入れます。同じ目です。そしたら、その次に鎖を3つ、1、2、3とつけます。で、つけたら、長編み。同じ目に長編み。で、また鎖を1目。で、また長編みを1つの目に編み入れます。ということなので、立ち上げの、私は立ち上げた長編みの立ち上げ。で、その次に鎖が来ました。で、長編み、鎖が3目、長編み、鎖が1目、で、長編みという感じです。はい、できました。そしたら、次は鎖を5回編みます。1、2、3、4、5。はい、5回編みました。そしたら、次のところの、この細編みのところ、これにまたここと同じような模様編みを編みます。まず最初、長編みですね。で、鎖が1つに長編みでした。鎖が1つに、また同じ目に長編み。はい。で、その間が鎖が3つ。1、2、3と。はい。編めたらまたこの繰り返しなので、長編み1つと、で、また鎖が1つと、また長編みが1つ。はい。これを入れます。これの繰り返しです。この模様編み、ここと一緒ですよね。これの次が鎖が1、2、3、4、5とつけます。はい。つけたらまたここに同じ模様編みです。で、また鎖をつけて、ここにまた同じ細編みの頭にまた同じ模様編みという感じです。はい。ここ見ていただいたらわかるかなと思うので、これでぐるっと一周編んでいきたいと思います。
はい、ぐるっと一周編んできました。で、今この模様編みの最初のところと、最終的に編んだ模様編みですよね。そこの間に長編み斜めが間に入っています。で、ここだったら鎖5目でつなぐんですけれども、ここのところは鎖をまず2つ編んで長編みでつなごうと思います。長編みなのでかけて、このダンスマーカーついていたところに入れます。で、引き出してきて、2本を引き抜いて、ちょっと変なとこ入りましたね。引き抜く。という長編みでつなぎます。はい。これで3段目終了です。では次4段目に行きたいと思います。はい。それではまず鎖を1つ立ち上げます。で、このまま側に入れてもらって、細編みを1目編み入れます。はい。で、ダンスマーカーをつけておきます。ここにまた引き抜くので、ダンスマーカーをつけておきました。はい。で、そしたらですね、次からなんですけれども、最初にご説明すると、まず鎖5目、こうやってして間に編んでたとこあると思うんですね。ここのところが細編みになります。ここみたいな感じですね。で、ここに模様編み編んだじゃないですか。長編みと鎖1目長編みで、鎖が3目入っていて、長編み、鎖、長編みっていう風な感じで編んだと思うんですけれども、ここの一番最初のこの鎖のところ、ここが長編みが今度斜めになります。この角でずっと増やしていくので、ここのところ斜め入ります。で、鎖3目のところが細編み。で、こっちの鎖のところが長編み斜め。で、先ほども言いました鎖5目のところが細編みになります。っていう感じです。はい。これをちょっと頭の中に入れておくとすんなりといけるかなと思うので、かけてからですね、細編みを編んでからこの先ほど言いました鎖と鎖。ここは3目ですね。最初の鎖のところ、ここに長編みを斜め編み入れます。はい、7回長編みを編み入れてきました。そしたら鎖3目のとこはそのまま側に入れて細編みを1目。で、編んだらかけてからまた次の長編みと長編みの間の鎖の部分、ここに長編みを7回編み入れます。はい、7回編み入れました。そしたら鎖の5目のところは細編みになるので細編みを編み入れます。はい。で、また次ここの模様編みが来るので、また同じですね。ここのところ。鎖のところに長編みが7回。7回編み入れたら鎖3目のところ側に入れてもらって細編みを1つ。で、また長編みと長編みのこの間の鎖の部分に長編みを7回。はい、7回編み入れました。というような感じでぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと一周編んできました。で、最後はですね、細編みのところに引き抜いて終わりになります。はい、ここで引き抜きます。はい、これで4段目の終了です。では次5段目に行きたいと思います。はい。では次5段目に行きます。5段目は立ち上げ、こんな感じの長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上がっていきます。ぐるっと引っ掛けて、細編みの頭、引き抜いたところに入れて、2本ずつ引き抜いていきます。はい。で、立ち上げたらダンスマーカーをつけておきます。はい。で、つけれたら、次は鎖を1つつけます。はい。で、鎖を1つつけたら、次がまた長編みを同じ目に1回編み入れます。はい。なので、立ち上げ、
で鎖1つ長編みですね。鎖3目の場合は鎖3目ともう1個つけなきゃいけないですけど、4目編んで長編みっていう風な感じになります。はい。そしたらですね、次が鎖を5回編みます。1、2、3、4、5と5回編みます。そうすると、この角のところに来るんですけれども、角のところの増やし方っていうのは、ここと一緒なんですね。というのも、角のところは長編み1回と、で、鎖が1回。で、もう一回同じ目に長編みを1回でした。で、次に鎖3つだったと思います。鎖3つ。で、また同じような感じで、長編み、鎖1目、長編みというのを同じ目に編み入れたと思います。はい。ここは一緒なんですよね。うん。で、その間に鎖を今度また5回ですね。これも一緒なんですよ。1、2、3、4、5と5回編み入れます。けど今度はこの真ん中のところに届かないので、ここのところにこれをします。長編み、鎖1目、長編みっていうのを今度はするだけです。この段は。ここに長編みと、で、鎖が1目。で、また長編みを編み入れます。ちょっと色が変わってきましたね、これ。今まで混じってるのだったんですけれども、こちらのもう混じり気のない感じの色に変わってきました。はい。で、次また鎖を1、2、3、4、5と5回。で、またこの端っこの部分にここ来るので、これと同じことを編みます。はい。で、編んで、また鎖5目。ここのところですよね。これをリピートです。ここのところずっとこれリピート。ここのところがこの模様編み。で、鎖5目。で、ここ真ん中の部分になるので、これですね。長編み、鎖1目長編み。で、また鎖を編んでからまたここを編むっていう、この繰り返しをずっとぐるっと編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでぐるっと一周編んできました。で、一番端っこのこの模様編みを今編み終わって、ここをつながなきゃいけないんですね。本当だったら鎖5目でつながなきゃいけないんですけれども、ここのところ、つなぐ時に、前の時もやったと思うんですけど、鎖を2回編んで、それから長編みでつなぎます。かけてから、このダンスマーカーついてるところに入れます。それから抜き取った方がやりやすいので、で、これで長編みを編んで、こう、つないだっていう感じですね。はい。これでこの段終了です。では次、上の段に行きたいと思います。はい。それでは、まず鎖を1つ立ち上げて、4段目と同じなんですけど、側に入れてもらって、ここで細編みを1目編み入れます。で、ダンスマーカーを目印につけておきます。はい。そしたら、4段目の時にはこの V がなかったんですけれども、今度、この上から、4段目、今6段目なんですけど、偶数段のところはもうこういう同じ編み方でいくんですが、この V の真ん中のところに長編みを7回編み入れていきます。かけてから、ここに7回長編みを編み入れます。はい、7回編み入れました。そしたらですね、ここのところ、鎖5目あったところが細編みになります。そのまま側に入れてもらって細編み。で、またこの端っこの角のところ、ここのところを長編みでこう増やしていったと思います。4段目の時に。もうこの入れ方はもう一緒です。ここのところの鎖1目のところ。で、ここも鎖1目のところ。ここがもう長編み斜めだったと思うので、ここは長編み斜め。その真ん中の鎖3目。ここが細編みになるだけです。はい。もうこれの繰り返しなので、かけてからまた鎖のところに入れて長編みを7回編んでいきます。はい。編み入れたら鎖3目のところ側に入れて細編みを1つ。で、また次の V の間の鎖のところに長編みを7回編み入れます。
はい、編み入れたら次鎖に行きます。そのところが、細編み1目ですね。で、またこの V のところは長編みを編み入れるという感じです。もうこれでぐるっと一周編んできましたよね。一番最初のところ、この V のところにこれを編み入れたので、ぐるっと一周編んできましたという一周じゃないです。ここまで編んできたんですけども、ここからはもう同じです。やり方がここと一緒なので、鎖のところは細編みになります。ね、ここのところねですいません。こういう感じですね。何回も同じこと言ってるとちょっと動画が長くなってしまうのであんま言わないんですけれども、かけてから次の V のところは長編みを斜め編んでいくっていう感じです。はい。これでぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい、ぐるっと一周編んできました。で、角のところ7回長編みが入っているので、最後は細編みの頭に引き抜くだけになります。はい、これで引き抜いて、はい、これで6段目の終了です。では次、7段目に行きたいと思います。まず立ち上げは、長く引き伸ばす立ち上げで立ち上げていきます。で、横のところに段数マーカーをつけておきます。で、次が鎖。で、また同じ目に長編みを編み入れます。はい。そしたら次のところまでが鎖が5回です。1、2、3、4、5と。で、かけてから次のこの細編みのところに長編みと鎖が1つと長編み1つを編み入れます。こんな感じ。で、またここのところに行くまでに鎖を1、2、3、4、5と編みます。で、角のところは先ほども言った通りに長編みが1回で鎖が1つ、長編みが1回で次が鎖が3つ。もうここはもうずっと一緒なので多分もうここまで来られたら分かられるかなと思うんですけど、また長編みと鎖と長編みを編み入れる。でまたここのところに来るので同じですよね。鎖から始めます。はい、鎖でまたここのところに V を作っていくって感じですね。もうここのリピートです。はい、これでぐるっと一周編んでみてください。はい、こんな感じでぐるっと一周編んできました。で、最後のところなんですけれども、奇数段のところはもう全部このつなぐところを鎖を2つ、本当だったら5目鎖だと思うんですけど、鎖を2つ編んで、長編みっていうのが鎖3目分だと思うんですよ。だから3たす2で5目になるんですけど、2編んでから最後は長編みでつなぎます。もう奇数段はこのパターン。はい、こんな感じです。これで奇数段パターンは終わったので、次偶数段パターンですね。あともう一段だけ編んで、そこからはもう広げていっていただいたらいいかなと思います。で、今毛糸がですね、この毛糸がこれぐらいなので半分ぐらいで、今中心の部分だけなのでこんな感じなんですけれども、ちょっと頑張って編んでいこうかなと思います。頑張って編んでみてください。では次、上の段8段目に行きたいと思います。はい、それでは偶数段の段ですね。鎖を1つ立ち上げてから側に入れてもらって細編みを1目編み入れます。で、段数マーカーをつけておいて、ここの段っていうのは6段目と一緒ですよね。この V の穴のところ、鎖1目のところに長編みが入っていきます。長編みが7目入ってたと思うんですよ、ここのところに。これがちょっと2つになって次3つになってって増えていくだけなんですけど、ここのところが長編みで、その間の鎖の部分は細編み1目だけだったと思うので、そんな感じでちょっと端のここまでは編んでいこうかなと思います。はい、それでもう今細編み編んだので、この真ん中のところに長編みを7回編み入れていきます。はい、斜め編み入れたら、ここの鎖の部分は細編みになるので細編みを1目
でまた V のところの間の鎖1目のところに長編みを編み入れます。はい、長編みを斜め編み入れたら、次の鎖の部分、ここのところが細編みで、また角のところに来ます。角のところの鎖1目編んだところに長編みを7回編み入れます。はい、7回編み入れたら、鎖3目のところがスポッと入れて、そのまま細編みで、また鎖のところ、ここが長編みが斜めになります。はい、7回編めました。そしたらこういった感じでもうずっと編んでいくことになります。もうこっちの編み方はここと一緒なので、8段目っていうとこう長編みをずっとこう編み入れる段で、その上の段ですね、9段目っていうと7段目と同じでこう V を作って鎖を5目でつなぐ段っていう感じなので、7段目8段目を繰り返して大きく編んでいくっていうことになります。でもご自分のお好きな感じの大きさで編んでいただけたらいいかなと思うので、好きなちょっと小さめがいいなと思われる方は小さめをしていただいたらいいし、なんかこれ普通にこうレース編みとかでしてもすごい綺麗になるかなと思うんですよね。40番だとすごい細いかなと思うので、20番ぐらいで編んでいただいて、土入りみたいな感じにしていただいて、のもすごい可愛らしいかなとも思うし、ランチョンマットみたいな感じでやっていただいたりとか、いろんな方法もできるかなと思うので、私は今回はブランケットにしちゃったんですけれども、そういった感じでお好きな感じで編んでいただけたらなと思います。はい、それではですね、この V のところに長編みを7回編み入れるんですが、その途中のところで変えようかなと思います。1、2、3、4、あともう一回いけるかな。いけないので、4ですね。4目目、1、2、3と編んで、4目目のところのこの長編みの一抜き、この時に先ほどちょっきり切ったこれですね、これで1回引き抜きます。でこっちのところはもう糸処理できるぐらいに残してもらって、も最初にここのところをこう一つにこう結んでおきます。そうすると今ここでちょっとストップかかってるので、これであとまたもうちょっと編み込もうかな。このところもちょっと編みくるみながらちょっとだけしちゃおうかなと思います。今4回で、次5ですね。これも糸端をこう巻き込みながらやっちゃいます。5で6、はい、7回で、次が細編みっていう感じですね。もうちょっとここのところちょっとだけ渡ってるんですけど、こういった感じでこう沿わせながらも最後ここのところ長編み斜めっていう感じで処理しちゃおうかなと思います。はい、こんな感じでずーっと編んできました。で、私10玉目に入ってるんですけれども、10玉目半分以上は残ってます。でもここまで来ると、もう1周ちょいぐらい編んだらもうこれがなくなるんですよね。1周2周ぐらい編んだらなくなってしまうので、もう途中で多分なくなってしまうので、もうここで終わりにしようかなと思います。で、大きさを測っていくと、もうほんと画面いっぱいいっぱいなんですけど、横からこのスカラップの上のとこですね、シェルのはで65センチぐらいですかね。なのでちょっと今これ普通に平置きの状態だけで測っているので、だいたい65センチくらいからっていう感じですかねの大きさになってます。なのでこれ正方形なので、横も縦も65センチという同じ大きさになってるかなと思います。でグラデーション的には、私は始まりがこの暗い色で始まって、こうグリーンでベージュピンクで、また暗い色茶色グリーンベージュピンク暗い色で、ここまで来るともうベージュピンクとかもう混じってる感じですよね。もう
次から次から色がちょっと出せないから。なのでこんな感じになってるんですけど、すごい綺麗な感じに見えるんじゃないかなと思います。で10玉分のつないだ分があるので、今から裏のところ糸処理をしていこうかなと思います。はい、それではですね、一番最後まだつながっている糸を最初にカットして、ここ処理しちゃいます。で抜いてもらって、でまた同じく引き抜いた場所、私はここが細編みの頭になります。なので裏から入れて、また裏に出しておきます。はい。でとじ針、細めのやつがいいですね。細めのとじ針に糸端を入れて処理しちゃいます。はい、そしたらですね、後ろを向けてもらって、でこのスカラップだったら、スカラップというかこう松編みみたいなとこですよね、シェル編みみたいな、これのところが一番しっかりしているので、ここのところまでちょっとこう間を縫って移動させていきます。こういうなんて意外とわかんないんですけど、こういうしっかりしているところにこう入れてあげて、ここに入りました。でもうちょっといった方がいいかなと思うと、もうちょっとチュチュチュっといって、結構私しっかりめに入れるんですよ。でまた次のこのスカラップのとこに行って、この糸を割るような感じ、一つの一本の糸をこう真ん中を裂くような感じにすると、そこで止まるというかになるので、ここでこうちょっとなじませて、で際でカットするといいかなと思います。これちょっとかぎ針編みとか習ってた時に先生に教えてもらったんですけど、真ん中割ってやった方がいいよっていつも言われてたので、私もそういう風にするようにしてますね。であとこういうとこですよね、つないだとことか、結構私つなぐ時に長めにこうつないだんですね。で編みくるんだ分とか結構あるんですけど、はい、それでは片方の部分ですね、左のところの糸処理、これも一緒です。チューッといって、まずここのところでちょっと一回戻って次のゾーンに行ったりとかですかね。こうやってぐちゅぐちゅぐちゅっといって、最後は糸を割る。でここで一目戻ってるので、ここで引っかかっているのと、あとここのところも目を割ってるのでいいんじゃないかと。でちょっと出して際でカットですね。でこうなじませるという感じです。こんな感じでやってみてください。後のところも同じような感じにして、でスチームアイロンかけて仕上げようかなと思います。はい、裏側の部分を全部糸処理もしてきました。でちょっとスチームアイロンを裏から当てて整えてあります。はい、こんな感じで、今回はそんなに大きい、大判って本当に大きいってわけではないんですけれども、膝に座ってかける分には十分な余裕がある大きさのブランケット、膝掛けですね、を作ってみました。でとても簡単で見栄えのするような柄なので、今回はもうグラデーションで編んだんですけれども、綺麗なので、他の大人グラデーションのグラデーションっていっぱいあると思うんですね。なのでご自分のお好きな、糸ですね、大人グラデーションじゃなくても他の糸でも素敵に出るかなと思いますので、よろしければ編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。